享保元年初夏、徳川吉宗が8代将軍職を継いでまだ日も浅く、不安な世情政情のさなか、ひときわ異彩を放つ男が江戸に入った。その名は海投問答。海投問答様とお見受け申す。老中水野泉の神様、あちらにてお待ちでござる。問答、よう参った。案じていたぞ。うわっ、戻れ。私は水野を呼び捨てにするが、水野は私を呼び捨てにはいたさん。何故。すすぎを持て。手前どもでは一見のお客様は。汚れた足で上がってもよいのか。おいでなさいまし。何をしてます。早く杉を。お上か。はい。縁と申します。おかみさん、まさか一目惚れってわけでもな。バカ野郎、おかみさんは男気ねえで取ってるんだ。けどゾーッとするようないい男だったからね。女みてえに生っ白くて薄気味悪い野郎だってじゃねえか。どうしたんですおかみさん。
いや別に。前からご存知のお方で？ご老中水野様からの急なお使いでね、ご浪人姿の若いお武家様が立ち寄られるから粗略に扱うなと。ご老中？さあ早くお酒の支度を。勘は厚めの方がいいんです。それから板場には特に腕によりをかけてね。得体の知れねえスローニンに江戸名代の板場の味が分かってたまらかってんだ。お上は？はい、私が。老中水野様の配下明石多門と申す。はい。参っておられるな。つい先ほどお月に。長身にて色白、女と見まごうばかりに美しいであろう。では間違いない。タコ料理か。へい。これを運ぶのだな。隠しだこに切り重ねイブの吸い物で。どうなさるんでいって？毒じゃ。小半時後に死に至る。案ずることはない。これは試しじゃ。上におられる御仁は貝投げモンド殿と申され、この度新規にお召し抱えられた将軍家おどくみ口役であらせられる。おどくみ役？いかにも一口含んで毒を見分けられぬようでは務まらぬお役目じゃ。さればこそ水野様はここを指定いたし、まずその口利きをお試しになられるというわけじゃ。さあ運ぶがよい。おかみさん。そのそぶりでは見破られる。おゆき。はい。構えて油断いたすでないぞ。はい。さあ存分に。もうよい。そなたももてなしのうちか。はい。おかみさんにそう言いつけられました。死体を始末するのに骨が折れる。故に命を残して切った。早く立ち返りて血止めをいたさば、あるいは一命を取り留めることもできよう。それこの敵必ず。はい。ご老中様のご配下をお切りになっては。あれは老中の配下ではない偽物だ。毒は
お酒も飲まれず、お料理にもお箸を。毒らしきものを入れてみせたのか。へえ、試すと申されて。それは忍びの者の擬態だ。誰ぞ水野屋敷へ走ってくれぬか。買い投げ問答からの使いだと申し、途上のための衣服一式受け取ってきてくれ。五人衆筆頭の子が多門ともあろう者が娘まで使ってなんというざまだ。面目ござらぬ。なぜその場で死なん棟梁、今一度機会を。言うな。その傷ではたとえ癒えたとしても使い物にならん。待て。よいか、我らを追い出した憎き吉宗を倒さぬ限り老中への返り咲きはない。すでに吉宗暗殺の手立ては整ったというに、今問答に乗り出されてはそれもかなわん。我らの悲願を果たすためにも何としても買い投げ問答を倒さねばならん。無言にしておいたと水野様よりのことづてでございます。ではそなたの門を頂戴いたそうか。はあ、こんな夜分にご登城を遊ばされますか。で、いつお戻りに。よいのか、戻ってきても。はい。モンド様、これを。罠とお知りになりながらなぜここに。雨が降ろうとこの身は常に乾いて候。乾いて候。こんなものか。しつこい。この世将軍家小戸組口役買い投げ問答大手御門より登場する。
かにお毒味口役とは申せ、かかる野中にご登場とはあまりにも人も投げなお振る舞い。上様がお口になさるものすべての毒味をするのがこの私の役目されば、いついかなる場合でも多くない立ち入り自由でなければ務まらん。たわけたことを。それはここ中奥までのこと。大奥へは石以外は断種禁制、この金を犯さばもとより死罪。もはや問答無用だ。なりませぬ。無体な何をされる。見ての通りそなたを手ごめにいたす。無礼なお出会い召され、乱心者じゃ。毒味口役殿がご乱心じゃ。城内警護の伊賀者か。さようにござる。城中での抜刀はご法度。見てしまったからにはいかえない言い訳も通りません。承知の上、私は今3つの禁を犯そうとしている。一つはこの通りすでに犯してしまった。二つ目、この落人殿を手ごめにいたす。そして三つ目、しかる後私は大奥へ施行する。私とやり合えばお手前方も抜かねばならん。抜いたからには事の是非に関わりなく死罪。ご城内で抜刀いたさば死罪。女子と女王を通じたれば同じく死罪。大奥に入らばこれも死罪。もし私がこの三つの禁を犯しても死罪にならんとしたら、お手前方は何といたす。それは。すべての責めはこの私にある。上様の御身に害が及ばぬ限り黙って見ているが得策。賭けを。お毒味口役の役目、まことは二つある。一つは言わずと知れた上様がお口になさるものすべての毒味をいたすこと。そして今一つは女子の毒味をすることぞ。表を上げ。モンド。よう来た。待っていたぞ。上様にはご機嫌麗しく。それがあまり麗しくもないのじゃ。近頃上様はモンド殿が見えられるまではと食するものはすべて欲しいで済ませてございます。なあモンド、早速じゃがな、何か食わせてくれんかの。わしはもう腹が減ってかなわんのじゃ。モンドが城中まで入ったか。は、大奥へまで。敵ながら恐ろしいやつ。かくなる上は闇鶴殿にお任せいたす以外に。おお、闇鶴ならば必ず仕留めてくれよ。闇鶴じゃ。
新たに御前所係としてお仲居役を仰せつけられし者を連れてまいりましたるゆえ、ご隠見くださいませ。鶴と申します。存じてもろうがお仲居とは献立の一切煮炊きを司る役目されば、身元はことのほか厳重を極める。それならばご安心を。若年より大久保山城の神様のご推挙にございますれば。上様御前の間をこのように血で怪我してしまいました。この上はいかなるお咎めも。何を申す。その方の働きで命拾いをした。ありがたきお言葉。名は何と申す。不義にございます。はい、おしがいを。はい。それにしても不義、何も殺さいでも生かしといて取り調べた方が。いえ、次の毒針がいつ飛ぶか分かりませんゆえ。その通りだ。いかなる毒も効かぬ身なれど目だけは別だ。不義とやらようしてのけた。改めて礼を言うぞ。モンド様のお役に立てて光栄に存じます。父上。たまにはそう呼ばれてみたいでしょ。突然のこと言えびっくりするではないか。二人だけの時にせよ。ところで父上、母上のことをお聞きになりませんな。おお、そうであった。綾はどうしておる？元気か？江戸へ旅立つ前に書なのかを済ませてまいりました。何？綾が死んだ。死んだか。不憫なこと。そうやって心置きなく涙できる父上が羨ましい。私はすでにもう涙も枯れ、心も砂のように乾いてございます。綾とのそちのことを思うためにこの胸がうずいた。しかし世は遠大なる計画を抱いておる。さればこそ私を武養子にやり毒の修行をさせた。子は親に従うものよ。親はこのためを思うものです。言うわ言うわ。父上、私がなぜここへ参上いたしたかご存知ですか？それは世が命じて。いや違います。亡き母の頼みにございます。何？権力志向の強すぎる父をいざという時には守ってくれと母の遺言でございました。父上は紀州の藩主となるために母を捨てました。そしてまた今将軍の座を守るために我が子を犠牲にしようとなさっている。そういう男であると母は分かっていたのです。分かっていながらそんな父上を愛し捨てられてまで守ってやれと遺言した母はとんだうつけ者です。そしてまたその母の遺言を守る私はさらなるうつけ者。そのうつけたところが愛なのでしょうか？愛か。
可愛いの。故に私の心はいつも乾いてございます。あくる日、江戸の町に紀州よりもう一人の武士が現れた。この武士、将軍吉宗に召し出され、江戸南町奉行を拝命した大岡越前守忠相である。紀州から江戸と所を変え、また顔を合わせることになったな。気候とは腐れ縁か。これはまた手厳しい。ところで忠相、上様に降りかかる危険、聞いておろうな。はあ、城を追われた甲賀者とか。それがしも町奉行職を拝命つかまった以上、まずその一層を心がける所存。一筋縄ではゆかんぞ。お任せください。責任を持って決着をつけましょう。はあ、忠相、忠相。いやよくそのこれで世の両腕が揃うた。モンド、忠相、世は安泰じゃ。モンド様がおそばにおられるゆえ、上様もさぞ美食を過ごされてございました。それよ、それよ。精がつくのはよいのじゃがな、これがの大奥への出入りまかりならぬと申しおって参った。折しも毎年山城の国宇治より将軍家へ献上される新茶の茶壺道中が江戸城へ到着した。早速筆頭老中水野泉守忠之以下閣僚たちが招かれ、茶会の席が設けられた。引き合わせよう。新しく召し出した毒味口役じゃ。買い投げモンドにござりまする。モンドはの世の子じゃ。じゃからと申して特にどうということもない。生まれ落ちるより飼い投げ家に育ち、毒味役になるべくしてなっておる、ただそれだけのことよ。モンドよろしくな。よろしくな。見事じゃ、モンド。見事じゃ。のう。御前小中医薬付き、同じく佐藤、同じく菊、宿下がりにございます。
どうした？はい、何者かが宿下がりの途中、フキを強引に連れ去ったそうにございます。フキを？そういないな。はい。これは一体？おそらく甲賀者の仕業。しかし何故？私をおびき出すための手段。上様のお命を狙う元凶がはっきりいたしました。なんと？甲賀支配大丈助。上位討ちのお許し賜りと存じまする。何故じゃ？伊賀甲賀この二つの組織が問題でございましょう。これを一つにまとめてはいかがでございましょうか。一つにの。伊賀もなく甲賀もなく上様直属の一派となせば争う名目もなくなりましょう。甲賀大丈助一人を倒せばこれをまとめるにさしたる苦労もいりますまい。なるほどの。そうでございますな。いつもお庭にはべり上様のご礼を直々に受けるお庭番という呼び名はいかがでございましょうか。お庭番。言えてみようじゃ。よし、その案採択いたそう。ありがとうございます。聞いたか。これで伊賀甲賀の確執もなくなる。これまでは徳川という大木にどちらが先に登るかでしのぎを削り、同じ進化でありながら無駄な血を流してきた者同士、これからは一つになって外敵に当たることができる。それでこそ進化の道だ。忍びの者として誠の道を歩むことができよう。もはやここにいる必要はない。立ち返り今のことを仲間に伝えるがよい。お待ちなさい。大正介様は四谷左門町怪しみの寺。伊賀も甲賀も皆一人一人の思いは同じでございましたようで。あれがのう、あれが世のことはとても思えぬ。できすぎとるわま。のう、あのような切れ者が将軍職に就いたら何とする？その方たちそりゃやりにくいぞ。だからこそ徳川ではない。だからこそ買い投げ問答なのじゃ。の問答。
モンド殿、これは何事だ？モンド殿を助けるようにとの上様直々のご下命でござる。それには及ばん。甲賀大丈助は私一人の手で倒す。しかし大丈助一人ならばいざ知らず、他にも多勢の配下が。無論覚悟の上だ。何故そうまでして。多勢で乗り込むは安い。しかしそれではいたずらに犠牲を増やすばかり、しかも人質を取られているとあらば。人質？多くの女一人。女一人のために？いや、私自身のためだ。上位討ちとは申せ、これは飼い投げ者が父を救うための死闘でもある。モンド殿。そして亡き母の遺言でもあるのだ。引け。上様、父上を頼みますぞえ。あのお方を救えるのはそなた一人しかおらぬ。くれぐれも頼みましたぞえ。ご安心ください。母上の願いしかと心に留め置きました。モンドは必ずここへ来る。お前を助けにな。よいか。モンドは吉宗の隠し子。吉宗ともども葬り去らねば、我が甲賀者は未来永劫伊賀者にとって変われんぞ。ほう。不義。万が一我らが倒れてもうろたえるでないぞ。甲が最後の資格として本堂を狙え。それが甲が者として生まれた定めぞ。はい、心得ております。モンド様。飼い投げモンド、よくぞ参った。まず女を離せ。
もはや用もあるまい。よかろう。どこなりというくがよい。行け吹き、城中へ戻れ。待て。わしが切れるか。刃物ごとき醜きものを料理するは骨がかかるが、刃物を背びれをよく取りて縦に割りて塩をまぶし、なまずにしばらく浸しておくなり、取り出して後唐辛子味噌にて食すれば、小骨も下に触ることなく美味。上意討ちぞ。それを承知で来るならば、死産決牙を築くがいかに。甲賀大丈介、最後に申し述べておこう。伊賀甲賀の確執、もはやすでに終わった。安心して死んでゆくがよい。父上、さぞ無念でしょう。吹きはお言葉通り貝投げ問答を狙い続けます。驚きましたわ。あんまり急なんで。お酒の支度を。いや、酒も料理もいらん。どうかなさいまして。少々疲れた。眠い。おかみ、膝を貸してくるんか。はい。将軍吉宗と門戸の命を狙って謎の美女の野望が江戸城大奥に渦巻く。吉宗を亡き者にお命頂戴つかまつりまする。私は口役としていつでも父を殺せる立場にあります。つまり父は私に命がけの愛を注いでくれているということです。
たなどかむな。お前に死なれては私の心が乾く。乾いて候、8日月光院始末にご期待ください。